例えばライトからこいつが打ってくる、こいつ遅れる、いない、パッとこうできる、そのブロッククイック一枚になった、こう両サイド抜かれる、そのポジション取りをパッ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 とやって、また戻ってブロック、またこうグッグッっていうその動きをラリー続くじゃないですか。一発で決まらなかったらまたブロックに戻る、レシーブに引く、その動きを打たれる時にこう待ってるっていうことが確実にできるチームが世界のトップのチームですんで、改めてそうやって見てると、あ、なってるなってる、おおそうだそうだ、下がってる下がってるって、あ、今のちょっと打たれる時にもうまだ間に合ってなかったよねとか、早すぎたから。だからハードワークなんですよ。でこうブロック飛ぶ、ワンタッチ取ったらこれ下がる、こうライン引いてた、でもすぐ戻る、もうそのハードワークをいかに早く、もうそれもしっかりできるチームが間違いなく強い。疲れる。でそれでインターバルじゃないですか。でも絶対呼吸は戻んないんですよ。だからバレーボールってやっぱりトップ選手がいて、強いチームはやっぱりハードワークをする。だから一つのそのトスからのディフェンスも、ああ今のはなんでワンタッチ取ったんだろう、ああヘルプいってるんだろうだとか、なんかそういうそのブロックとディフェンスの関係がすごくこうやっぱりすごいなって思うのは、やっぱフランスはすごいですね。ミドルの動きが、ミドルブロッカーの横の動きとその辺の高さも見ていただくと、やっぱりすごいですね。やっぱりイタリア、フランス、ポーランドだから日本だってもう速い平行、ここに来るっつっても関田がそのスピードで来るからっつっても助走開始してピンポイントで打っていくわけでしょ。その速さにパッと早く対応しなきゃいけないから、これを踏まえてみるとまた面白くなってくるんですよ。であとはデータで微妙に変わってくる時はありますよね。あんまりこっちには打ってこないからこいつは残っとこうとか。だから強い気持ちがないとハードワークもできないしね。だからトップに行くとやっぱりそれが一番大事ってことだと思いますよ。